真実はいつも一つ。どうも、ワンピースの謎を解く仮面 YouTuber、ゆでてなものゆでろんです。ありがとうございます。いいね。チャンネル登録してね。今回は週刊少年ジャンプ2024年22号ワンピース最新話1113話ステイルメイトを考察します。この1113話は神回です。ついに明かされた世界の真実。考えることがてんこ盛りです。一緒に考えていきましょう。よろしくお願いします。ただし最新話をまだ読んでない人は大いネタバレを含む内容ですから、今すぐ動画をストップさせてください。よろしいでしょうか。行きましょう。まずは先週の考察の答え合わせです。先週この1113話はこのように考えました。ダイジェストでどうぞ。その配信電電虫の目の前には何かがある。ベガパンクの脳。培養液に使っているベガパンクの脳みそなのか。それがのみのみのみで作られたパンクレコーズの正体なのか。そうだとすれば1年前に考えたように8個目の脳みそが存在していたことになるのか。つまりは存在しないはずの8人目のベガパンク、巨大な脳みそパンクレコーズ、それこそがエッグヘッドのマスターシステム。しかし星占いではなく星のステラには裏がある。つまりまだ何か仕掛けがありそう。いずれにせよステラまたはヨークがマーズ星を騙す展開があるかもしれません。1113話の類似話数は13話、113話、1013話、1103話の4つです。13話は宝物、語呂合わせは遺産、犬の主婦が引き続きペットフード店を守っている。次に113話は大丈夫、語呂合わせはひい様、アラバスタの姫様、ひい様であるビビを守ってイガラムが爆死しています。次に1103話はごめんねお父さん、話数の語呂合わせはいい父さん。1103話ではボニーを守るために駆けつけたクマ。ならば1113話ではやはり誰かが誰かを守りそう。1113話の話数の語呂合わせ予想は火が3つで秘密のミー。ベアバンクが隠したミー、脳みそが登場するのか。さらにワンピース。1114話の語呂合わせもワンピース。この2つの語呂合わせ予想は2年前から考えています。こちらです。ワンピース。4は中国語で数です。113話と114話がワンピースを表す。そのように考えると113話と114話は話数の一つなぎの理論から1113話と1114話につながるでしょう。その1113話と1114話で何かしらワンピースの話が語られる。1113話と1114話はワンピース関連会でしょうか。つまりベガパンクから世界の真実が語られるのか。なぜなら1113話の最後の語呂合わせ予想は一因一妙。一因一妙とは偽りのない真実を語ることです。はい、先週の予想はほぼほぼいいでしょう。ここにさらに追加して話数の理論を固めましょう。まず113話ではイガラムがロビンにやられてナミがアラバスタのひい様ビビを抱きしめています。一方1113話では逆にそのロビンがサターン星に狙われナミがロビンを抱きしめて守っている。さらに113話でイガラムはダミーのぬいぐるみを用意しています。一方1113話でベガバンクはダミーの電電虫を用意していました。次に1013話では敗北して海に落とされるルフィ。一方1113話でベガパンクが語る真実とはこの世界は海に沈む。以上が話数の理論一つなぎです。ワンピースの世界は海に沈みゆく。これはドロピザさんの神考察そのままでしょう。そしてその沈みゆく世界を救う方法こそが10年前のワンピース考察ブログ漫画筋を鍛えろ必死くんさんの神考察磁場の逆転、世界をひっくり返すでしょう。それこそがポールシフトでしょうか。今回はこの辺りの仕組みや小原が読み解いた謎、滅ぼされた王国と思想、そして空白の100年がどのようにつながるのか、さらにはワンピースとは何か、これらを全て考えていきましょう。まず沈みゆく世界については8ヶ月前すでに考えました。こちらです。1089話ではルルシア王国に放たれた古代兵器の攻撃によって世界の海面が1メートル上昇しました。それこそがリリーのセリフ、沈みゆく世界に夜明けの旗を掲げ、世界はすでに海に沈んでいるのか。1055話で語られたワノ国の壁の話。この図をよーく見ると、なんと旧ワノ国の近海の海面は数十メートル上昇しています。つまり旧ワノ国が高い壁を作った理由は海に沈むから。それが沈みゆく世界。
それでは900年前世界が海に沈んだなら、そのヒントはロングリングロングアイランドでしょうか。リング状の一つなぎの島、ロングリングロングアイランド。通常は海に沈んでいます。これがヒントでしょうか。つまりある意味で全世界もこのように沈んでいる状態か。だからワンピースの世界は複数の島々がポツンポツンと点在しているだけ。グランドラインは一つの大きな大陸だった可能性すらある。それならばいつの日か、それらの島々は一つになり得る一つなぎ。4つの海が一つになる3時の夢、オールブルー。これも一つなぎの大秘宝だと考えましたが、それだけではなく、いくつもの島、大地が一つになるオールバースもあり得る。そしてこのロングリングロングアイランドで重要なのは青生地です。青生地はこの島に現れて取り残されたトンジットのために海を凍らせていました。アイスエイジ。つまり900年前世界は海に沈んだ後凍った。それこそがここまで考えてきた空白の100年の真相、全世界の凍結、スノーボールアース現象か。この可能性は1年前に考えました。さらに全世界を凍結させる方法とは地軸移動、ポールシフトだとも考えました。地軸を動かすと氷河時代が訪れるからです。とにかく900年前、世界に地殻変動が起きて地上の数%が海に沈んだのか。その時、天変地異が起きている世界はおそらく分厚い黒い雲で覆われていた。それは雨が常に降り注いでいた。ルルシア王国の跡地も雨が降っていました。2年前、イム様とは雨を奪っていたクロコダイルとの表裏一体から雨の神だとも考えました。それは太陽の神の話が登場する前にです。そして海底探索を行っていた猿山連合軍は分厚い黒い雲、石底雲のことを夜と呼んでいました。そう、世界がもしも分厚い雲で覆われていたなら、それは夜。世界は夜。だからリリーたち D はドーン、夜明けの旗を掲げた。沈みゆく世界に夜明けの旗を掲げ、これこそが D の意志でしょうか。D の意志の語呂合わせは D の意志。1014話の残雪の菊之丞のセリフは、残雪遂げゆくならばきっと夜明けが近うございます。雪、残雪。900年前から800年前まで世界は100年間凍っていた。それこそが空白の100年の正体、全世界の冬眠でしょうか。通信部、よく聞け。お前たちは何も探知していない。何も傍受していない。ルルシア王国、そんな国はもともとないではないか。あの兵器をさらに何発も撃てば世界は海に沈む。それは800年前のように。そしてもしも世界が海に沈みゆくなら、幾千もの命を救える愛の力、古代兵器ポセイドンが箱舟ノアを引いて人々をいつの日か救うのでしょう。いや、800年前の人魚姫がすでに救ったのでしょう。それはまさに人魚伝説。423話人魚伝説。以前も考えたように423話の話数の語呂合わせは沈みゆく世界から命を救う愛の力、心ばあさん。つまり世界は沈みゆく。そこで箱舟の後、白星の出番でしょう。つまり今後何発もあの兵器は放たれる。はい、8ヶ月前、沈みゆく世界はこのように考えました。他にも島を海に浮かせたいアイスバーグの伏線もあります。ちなみにアイスバーグとは氷山という意味です。とにかくこれらを考えていくと、900年前、かつてのグランドラインは一つに繋がっていたのか。そして海面の水位を戻せば、点在している島々が一つに繋がる。それこそが一つなぎの大秘宝、ワンピースか。大地は死なない。だからこそ、この1113話の語呂合わせは、ワンピース関連会だと考えます。この語呂合わせは2年前にすでに考えました。そして以前考えたように、電電虫を使って世界に配信するベガバンクは、白ひげと表裏一体です。白ひげはベガバンクとは逆に意図せず電電虫を使ってワンピースは実在すると公言していました。
この白ひげが公言した場所はシャボンディ諸島。そのシャボンディ諸島とはマングローブの島でした。マングローブの漆根、呼吸根は海の中で繋がっています。そう、それはまるでグランドラインの島々のように、マングローブもワンピースのヒントだったのでしょう。そしてタイトルでんでん虫とは、127話、語呂合わせは一つなぎ。1113話でベガバンクは語ります。映像はいずれ世界をつなぐじゃろう。映像、絵物語。僕はワンピースの正体とは絵物語だと考えています。ワンピースとは何度も言うように複数ある4つの海が1つになる1つなぎの代表オールブルー。これもワンピース。島々が1つになる1つなぎの代表オールバース。これもワンピース。しかしこれらは結果的にもたらされるものです。ラフテルに存在する真のワンピースはやはり絵物語。一つの作品、それは傑作ワンピースであると考えます。映像はいずれ世界をつなぐじゃろう。映像とは英語でピクチャー。ピクチャーには絵という意味もあります。そのように語ったベアバンクの一つのかけら、ワンピース、巨大な脳のかけらが培養液の中に使っています。するとやはりラフテルとワンピースも海の中に使っているのか。そうであれば、やはり4年前に考えた理論、ロジャーとノーランドの表裏一体は正しい。400年前、黄金鏡があるドクロの島を見失って処刑されてしまったノーランド。この島は空島に打ち上げられていました。一方逆にロジャーはワンピースがあるラフテルを見つけて自ら自首をして処刑されました。そのラフテルは空島とは逆、海の底にあるのか。そしてノーランドの話が絵本になったなら、ロジャーの話は絵物語を表している。その絵物語は漫画や落書きのような笑い話か。その絵物語を見つけると、なぜ世界がひっくり返るのか。確かに映像伝伝虫でその絵物語を配信すれば、ロジャーたちのように世界中の人々はひっくり返って笑うでしょう。もしもそうであれば、その絵物語はどんな物語なのか。それはまずおそらく太陽の神ニカ。ニカの活躍を描いた物語、伝説でしょうか。そのニカの絵物語に答えがある。沈みゆく世界を解決する方法がわかる。それはニカの空想の力。全世界の海面上昇を防ぐその方法とは、人力ポールシフトか。それは地軸が傾く通常のポールシフトではない。こちらの動画で考えたチャールズ・ハプグッドが考えた空想上のポールシフト。移動する近く、星の近く、プレート、そして建造物まであらゆるものをニカがゴム化してグイッと引っ張れば、ニカは大地を動かしてポールシフトを実現できる。周囲が全てゴムなら急激なポールシフトを引き起こしても人々も建造物も傷がつかない。ゴムなら無傷で大陸移動、地殻変動を起こせる。この理論の可能性はホールケーキで見たシュトロイゼン。872話トロフアではホールケーキ状が崩れますが、シュトロイゼンは白を白い生クリームに変化させて救いました。1106話でもニカは地面をゴム化して落下するクマやボニーを救っています。地殻とは漢字で大地の殻と書きます。1113話で世界の真実を語るベアバンクは卵の殻の中です。さらに虫なんて踏まないと言っていたマーズ星が踏みつけたデンデン虫も殻が砕けている。これも地殻移動のヒントなのか。さらにムサマ曰く D とはその名前の意味を知らない抜け殻です。これも地殻殻の伏線なのか。さらにルフィが幼い頃着ていた T シャツは卵事件。ルフィはいつの日か自分の殻を破る。それこそが覚醒ギアフィフスニカの姿であり、さらに地殻をゴム化して人力ポールシフトを生み出す伏線でしょうか。この理論はかなりぶっ飛んでいますが不可能ではない。さらに卵といえばエッグヘッドと卵男爵です。卵の伏線も考えるべきでしょう。その伏線は846話卵の警備。9つの真の歴史の本文リオポーネグリフをラフテルへ導いたとき、石はこの世の真実を語り始めると言います。そのリオポーネグリフはすでにロジャーが集めてラフテルへ置いてきています。その石が石を持って語り出す。比喩ではなく本当に語り始めるのか。それこそが絵物語、映像でしょうか。
それは2課の絵物語であり、世界政府にとって不都合な歴史、映像、揺るぎない証拠か。真実はいつも一つ。つまり悪行の数々が収められているのか。それを見れば世界の人々はひっくり返る。革命の灯火、炎はさらに燃え広がる。映像、絵物語がワンピースの正体でしょうか。それでは次に、そもそもなぜ世界は海に沈むのでしょうか。それはもちろん世界を滅ぼす古代兵器のせいでしょう。その古代兵器の動力こそがマザーフレイムです。この1113話で五老星は、融合炉を壊してしまったらマザーフレイムを作れなくなるぞと言っていますから、ここでマザーフレイムとはあの謎の兵器の名前ではなく動力の名前であることがわかります。そのマザーフレイムとはベアバンクが太古の動力を真似て作った消えない太陽もどきでしょうか。その古代兵器によって消し飛んだルルシア王国。そこでは地盤沈下が発生して海面が上昇したと考えられますが、なぜ古代兵器を放つと地盤沈下が起きるのか。まず一般的に地盤沈下は地下水を汲み上げすぎると発生します。つまりやはり3年前に考えた下脱と五郎につながる。下脱イコール下脱した仏、イム。穴掘り五郎イコール五老星。風呂イコール風呂。そして温泉イコール地下水を汲みすぎた地盤沈下を表している。イム様たちは900年前古代兵器を使って世界中を空爆して穴だらけにしたのか。古代兵器で島を攻撃すると、その高熱で地下水は蒸発して雨を降らせます。それはルルシア王国の跡地でもわかる恐るべき雨の神ネロナイム星。エネルが雷の神なら、イム様はやはり雨の神か。地中に眠る地下水が高熱で蒸発して雨に変われば、もちろん海面はどんどん上昇してしまう。世界は海に沈みゆく。人々の心も沈みゆく。空爆の恐怖に全世界の人々は負けた。ひれ伏すしかなかった。それこそがすでに考えた空白の100年イコール空爆の100年。さらに地下水が海に流れると海面が上昇するだけではありません。海が重くなり地軸が傾きます。そう、古代兵器が何発も放たれれば地下水が蒸発して雨が降り、地盤沈下も発生して海面が上昇し、海が重たくなり、地軸のバランスが崩れてじわじわとポールシフトが起こる。これが900年前に起きたポールシフトの仕組みでしょう。さらに地軸が傾けば氷河期が訪れて全世界は凍ってしまう。真っ白な空白の100年か。そこからじわじわと世界が元に戻っていったが、しかしベアバンクはその古代兵器の動力を再びこの世に作ってしまう。それこそがベアバンクの罪。そんな沈みゆく世界を救えるのがニカの空想の力でしょう。先ほど考えたように地殻をゴム化して人力ポールシフトでひっくり返せば世界は元に戻りそう。次に考えたいのはその古代兵器です。古代兵器はおそらく月の民たちの技術でしょう。その高度な技術を継承したのが滅ぼされた巨大な王国か。さらにベアバンクもその月の民たちの高度な技術を脳に受け継いでいる。ここで久しぶりに漢字パズルの理論を使いましょう。脳という漢字を分解すると月詰め子。ベアバンクの脳には月の技術が詰め込まれている。もちろんワンピースにもその月の技術が詰め込まれていそう。それこそがリオポーネグリフであり、9つ集めることで発動する映像、絵物語、3D ホログラム映像か。それこそがジョイボーイが残した遺産。ベアバンクが残した遺産が映像なら、ジョイボーイが残した遺産も映像、絵物語か。隠されたベアバンクの遺産です。死がない科学者ベアバンクとは、やはり死がない科学者ベアバンクだった。心肺停止しても死なずに脳だけで生きて映像を配信する男。ダジャレ考察はやはり有効なのです。それでは次にベアバンクが言う善悪がわからないという彼とは誰でしょうか。これはベアバンクを裁く男バスターコールを発動させたのはサターン星ですから、彼とはサターン星ではないでしょうか。サターン星は確かにオハラのバスターコール発動の際、その当時は少し戸惑っていました。そこから話はオハラとロビンを守る流れになっています。オハラでは一人ぼっちだったロビンが、エッグヘッドでは一人じゃない仲間メイトがいる。そして1113話のタイトルはステイルメイト。
ステイルメイトとはチェスで手詰まりという意味ですが、劣勢のプレイヤーが巧妙な方法で強制的にステイルメイト、手詰まりをわざと発生させて負けではなく引き分けに持ち込む手法もあるそうです。1113話のベアバンクが仕掛けた映像配信と隠された電電虫や大脳はまさに負けではなく引き分けに持ち込んだ戦術でしょう。それはいわばプログラムのバグ、虫でありイースターエッグ、隠し要素なのです。ちなみにベアバンクに8個目の脳が存在する伏線は303話の扉絵でしょうか。303話の隠し語呂合わせは0ワインつけて飲み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 。ベアバンクの悪魔の実は飲み飲みの実。コーヒーを飲み飲みするルルシア王国の海軍たち。そこでは1+6人の会議が行われている。まるで1+6人のベアバンクのように。ルルシア王国とはもちろん古代兵器に滅ぼされた国。そして303話の扉絵をよーく見ると手前にはもう一人います。だからベアバンクの脳はやはり8分割という伏線でしょうか。さらにまだ考えることはあります。本物の配信電電虫はどこにあるのか。これはもしかするとベアバンクのリンゴ頭の中でしょうか。まるでブルックみたいに頭の中に電電虫が隠れている。以上です。続いては次回1114話の展開を話数の理論から読み解きましょう。1114話の類似話数は14話、114話、1014話、1104話です。14話は無謀。語呂合わせは石。ここに俺たちの街を作ろう。海賊にやられた古い街のことを忘れて。このセリフと逆のことを1114話でベアバンクは語りそう。世界政府にやられた古い王国のことを忘れるなというのか。114話は進路。語呂合わせは人の帽子、美女、いいよ。ロビンが示した進路を否定するルフィ。ロビンは D の生き残り、ルフィの器を測っている。そんなロビンとは空白の100年の謎を追う小原の生き残りです。ならば1114話では小原の無念が語られそう。1014話は人生の大婚約者。語呂合わせは D の意志。海に沈んでジョイボーイになれないルフィ。和の国の夜明けを願い、死の淵の沖く。クイーンのレーザー攻撃、ブラックコーヒー。ペロスペローの攻撃、雨の矢の雨。バオファンの拡散モード。ならば1114話ではここまで考えてきた古代兵器による沈みゆく世界の話でしょう。1104話はありがとうお父さん。語呂合わせは愛とし。タタン星は言う。世界の秘密を探求する者。失われた種族の血を引く者。古き神を呼び起こしてしまった者。これらを排除すると。この3つはすべてジョイボーイのことも表すのか。ジョイボーイとはおそらく真の歴史の本文を残した先代のニカであり、バッカニア族でしょう。そんな1114話の語呂合わせ予想は、人々の意志。これは滅ぼされた王国の意志や小原の人々の意志が語られそう。そして引き続き1114話もワンピース。ワンピースにつながる要素が1114話にもあるでしょう。以上です。次回1114話は連休明けです。そこでベアバンクはどこまでのことを語るのか、これも注目でしょう。なぜなら全てを語ってしまったら、ロビンがラフテルへ行く意味がなくなってしまいます。おそらくベアバンクは世界の真実の半分ぐらいまで話しそう。皆さんはどう思われましたか？ありがとうございました。チャンネル登録やコメントよろしくお願いします。